こんなところにほんまに城があるんかいな。はい、以前文ちゃんや霊波様と偵察に来た時にはこの先に間違いなく。地形的にも周囲の山々のおかげで死角になっているしな。もっとも大兵力を動かすには向いてはいないだろうが。攻めに固く守るに安しなの？それはまあそうやろうけど、こんなところじゃ攻め出るのは無理やろ。街道からもえらい遠いし。ですね。ここを拠点にして洛陽を攻めるなんてことはまず不可能だと思います。であればミュー殿たちはどうしてこのような場所に城塞などを。あ、見えてきたで。ほんまに城やな。ねえねえ、あれって。はい、どういうことなんでしょう。とりあえずカリン様たちのところに戻って報告するしかないだろう。せやな、あれはうちらじゃどうにもならんやつや。洛陽からこれだけ目と鼻の先に城を建てるとは、もはや見事としか言いようがないわね。はい、地形的にも死角になっていますし、地元の漁師たちも最近は妙な噂を耳にするようになってこの一帯には近づかなくなっていたとか。霊波のようにただの直感や場当たり的な思考で行ったわけではないということか。ただ地形的には洛陽攻撃の拠点にもなりませんし、交易の拠点にするにも街道が遠すぎます。築城者の意図が読めませんね。そう、この采配を行った者が誰か気になるわね。まあ誰がやったかは想像がついていますが、今回ばかりはその悪癖はおやめになった方がよろしいかと。あら、その様子だとリンも七野を引き入れるのは反対。あればかりはカリン様、いや葬儀全体にとって毒にしかなりませぬ。だからこそ私のものにする楽しみがあるというものでしょ。唐とも違って何と言いますか、周囲から手綱を取るための大義や野望のような思想がかけらもありませんので、カリン様とて御するのは不可能かと。そんなに必死になってかわいい。カリン様、このような場でお戯れを。もしリンのことは今までと変わらずめでてあげると言っても、それでもリンは反対？そういうわけではなく、私は純粋にカリン様のおためを思って。あー、カリン様、そろそろ。あら、残念。はいはい、リンちゃん、トントンしますよ。トントン。カリンね、偵察に出てたみんなが帰ってきたっす。元気がないわね、カリン。当たり前っす。なんで私を偵察に出してくれなかったんすか？その理由がわからないほど愚かな子ではないでしょ、あなたは。とにかく皆を呼んでちょうだい。報告を聞くわ。白旗が上がっている。はい、とりあえずナギたちと都市に兵を預けて偵察に向かわせたのですが、城の入り口は開いたままで、上には大きな白い旗が立ってたの。守備の兵はどうだ？皆無でした。罠の可能性もありましたので、さすがにその奥までは確かめられませんでしたが。うちらが正面から入った途端に門を閉められて、中でめった打ちってされてもしゃあないしな。以前私たちが偵察に来た時は厳重に警戒が施されていて、近寄ることも難しいくらいだったんですけど。リン、何か意見はある？ひとまず4人の判断は正しいと思います。本体で攻略するならまだしも、今の段階ではまだ偵察に過ぎませんし、もちろん以前蜀の超支流が行ったような
奇策という可能性も否定はできませんが。漢中の時か。あん時はほんまは蜀の兵は数えるほどしかおらんかったんやったっけ？後で生に聞いた時には、こちらが力押ししていれば無事に済まなかっただろうと笑われましたが。あの時の試練は見事だったわね。であれば兵は本当にいないと？少なくともこちらにこうすべきだけの数はいないと見てよろしいかと。まあこの大兵力で押し切ればな、さすがに隊長を取り返すっちゅうでも大人げない思うわ。フーはどうすべきだと思う？寝ないでください、フー。おう、みゆちゃんの後ろに幸福を表しているとおぼしき白旗が上がっているってお話ですよね。ええ、フーの意見を聞きたいわ。もう寝るのはなしですよ、フー。分かってますよ。お姉様、レイの城からの使者と名乗る者がお姉様との面会を求めてまいりましたが、いかがいたしましょう？なんですって？ああ、来ましたね。来ましたねって、ふーちゃんは分かってたの？多分こちらの偵察にも気づいていたでしょうし、そろそろかなと。ならばふー、改めて聞くわよ。この状況で打つべき手は？そうですね、死者の方も多分そう言ってくれると思うんですけど、普通に入っちゃえばいいんじゃないでしょうか。うわー、何ですかこの大軍団。ドン引きなんですけど。本当にこれでよかったのかや？わらわたちは本当にカリンに首をはねられずに済むのかや？わらわの城が、わらわの兵が、わらわの蜂蜜が。レイハさんたちとかその辺の領主を追い返すくらいならどうにでもなりますけど、さすがにこんな大軍団に力押しされたらどうにもなりませんよ。ああ、カズトさん、その顔、私とお嬢様が昨日の夜のうちに逃げちゃうって思ってた顔ですよね。今からでもわらわとナナノと3人で逃げれば、わらわは確実にカリンに怒られずに済むのではないか？ナナノ、こんな時のために脱出のための抜け道は用意してあろうな。ああ、ナナノ、こんなことがあるだろうとは思ったんですけど、予算の都合でですね。
ね。いいじゃないですか。逃げてもどうせリョウライライとかカリンさん命のねじっこいのとか面倒なのが地の果てまで追いかけてきますって。その上呉や職にも話がいって呉にでも逃げ込もうもんならあのシェレンさんのことですからきっと危機としてカタカタプルプルカタカタプルプルというわけでカズトさんが何とかしてくれるって言うしもうここはおとなしく投降した方がいいですって。主様我々シェレンだけは嫌なのじゃ。なんとかしてたもん。無事でよかったよ。カロン様から話聞いてみんなで心配してたんだよ。兄様ご無事ですか？でもカロン様も兄ちゃんのことむちゃくちゃ心配してて今もずっと城内を探してるはずだよ。カズトさん無事ですのね。兄貴生きてるか？ああ、トシも下でなんかいろいろやってるぜ。ありがとうではありませんわ。お姉様が大変でしたのよ。まったくもう。それより本郷、こいつはこの場で切り捨てて構わんのか？フーたちから首謀者だろうと聞いたが。ちょっとカズトさん、聞いてた話とだいぶ違うじゃないですか。それも計略かもしれんだろう。私だったらなんとかできますけど。やはりか。すいません、冗談です。空気読んでませんでした、カズトさん。まあそうか。死ぬかと思いました。平気だよ。カズトさんも大丈夫ですわね。ならこのままお姉様のいらっしゃる本陣に。なんだったのじゃ、主様、さっきのは。天使。主様、こやつは。その。
敗したんですよ隊長。ええ。もう少し自分の立場を理解なさい。あれでも少ないくらいよ。今回はミュウだから良かったけれど、なんでもないわ。もういいわ。その話はまた帰ってからにしましょう。カロンの処分のこともあるし。カロンのことは？さて、なら次はそちらの2人の話だけれど。カツトさん？こちらとしても受け入れきれる限度というものがあるのよ。それに私たちはそれこそ実力であなたたちを蹂躙することもできたというのに、あなたたちの幸福を受け入れてあげたの。わかる？レカリン、たかが看板の孫の分際で。リン、はっ。この2人は我が葬儀で何をしでかしたかしら？まず第一に三国同盟に面したる本郷和人を拉致いたしました。次に我らが葬儀の地で許可なく城塞を築き、やはり許可なく紙幣を集めております。そういないわね、ミウ。他の罪状も細かなものまで挙げればキリがありませんが、いかがいたしましょう。結構よ。それほどの罪を犯した者に対する適当な刑は何がある？処罰を与えるとすれば、極刑しかありませんな。平たく言えば斬首です。何かしら？お姉様、カズトさんもこうおっしゃっていることですし。そうね。
確かにさらわれた張本人がそうではないと言っているのだから、そこは酌量の余地があるかもしれないわね。いいでしょう。ならカズトをさらった件については不問にしてあげましょう。よかったですね、ミウ様。ミウ様、あと処置のエイカと申しますわ。おう、エイカと申すか。ありがとうなのじゃ、エイカ。なんて愛らしい。その笑顔が見られただけで十分ですわ。ならリン、残ったミュウの罪状から適当な刑を考えなければならないわね。そうですね。だとすればどうすれば。極刑ですね。なんじゃと。極刑って刑が全然減ってないじゃないですか。男子から減らすなら首吊りあたりかしら。そうですね。正確に言えば晒し首や塩漬けは免除しても構わないくらいの感じでしょうか。その辺免除されても死ぬのは同じですよね。首と胴が離れない分だいぶマシではなくて。当たり前でしょう。カズトをさらうさらわないにかかわらず我が葬儀の地であれだけのことをしたのだもの。その時点で死罪以外の何があるというの。何がムーママですか。カズトさん、ミウ様と私を助けてくれるって約束してくれたじゃないですか。お嬢様だって死にたくなんかありませんよね。あら、もうカズトに関しての罪は減じた後よ。これ以上は我が葬儀のことだもの。口は挟ませないわよ。そうですわ、お姉様。城に関しても私たちで責任を持って取り壊しますから、そこもなんとかお許しいただくわけには。隊長のお願いならしょうがないの。まあ新しい工場兵器の実験台に使えるっちゅうんなら考えてもええかな。承知しました。そう、みんながそこまで言うなら後の責任は2人が取るということね。もちろんですわ。ならばそれも目をつむりましょう。ありがとうございます、お姉様。やったのかや。そうですよ、ミウ様。これでこの世からさよならしなくて済みますよ。やったのじゃ。ありがとうなのじゃ、姉様。そんな顔を見せられたら私ならそうね。他の細かい罪に関してはもちろん。ただミウ、それに関しては七野で許してあげましょう。
残りの罪をまとめて免除してあげると言っているのよ。カリン様、それだけはなりません。どうせミュウからは給金などもらっていないのでしょ。私に仕えてその知恵を捧げるというなら十分な地位と報酬を約束するわよ。あら、自分の命よりも大事というの？死ぬのはない、死ぬのは嫌じゃ。でもナナノと離れるのはもっと嫌なのじゃ。ダダをこねて泣けばいいと思っているのかしら。ナナノはどう？私もお嬢様と一緒ですよ。カリンさんのところでアクセク働くくらいならこの場でミュウ様と一緒に首をはねてもらった方がマシですよ。そうですわ。それにリンさんの目もだんだん。分かっているわよ。けれどこのくらいは遊ばせてもらってもいいでしょ。大丈夫ですわよ。泣いているミュウさんもなんていうかわいさ。ならフー、はーい。今回の件の首謀者は死罪に処したことにしておいてちょうだい。わかりました。他に使える首もないですから、その辺はこういい具合に。そこは任せるわ。それとミウの身柄だけれど。はい、それはぜひ私に。レイハ、後のことはあなたに預けるわ。どうしてレイハさんですの、お姉様。情報の対価としてはこの程度が妥当でしょ。これ以上の頼みはいくらカズとでも聞けないわよ。話があるならレイハに直接言いなさい。ミウさん、私の受け継いだ
わたくしの受け継いだ我が円家に伝わる宝刀、一体どこに持っていきましたの？やっぱり言わなきゃダメですか？なんですの？私これからとても忙しいのですから手短にお願いいたしますわね。私も鬼ではありませんもの。大切ないとこ殿にそんなひどいことはいたしませんわ。それではかりんさん、皆さん、私はこれで失礼いたしますわ。行きますわよ、イーセさん、トシさん。それでは皆さん、今回はありがとうございました。それでは皆様、ごきげんよう。行っちゃいましたね。なんだか嵐みたいだったね。私の天使が。さて、なら私たちも洛陽に戻るわよ。春蘭、シュウラン、撤収の指揮をなさい。はっ。